この煮汁を沸騰させないこと、常温に冷めてから漬け込んでくださいと、旨味が戻るかと思うので、ハマグリ、ハマグリを使って煮ハマグリの作り方を紹介しようかと思いますと。ハマグリはね、こんな感じでこの貝むきを使って剥くことも可能なんですけれど、これね、意外とね、剥き方を知らないなんて方も多くて、ただそのままね、火にかけて、で当然熱が入れば口が開くので取り出してっていう作り方をする方もいるんですけれど、これね、紐のね、周りなんかに砂が溜まってたりするので、基本的にはね、こんな感じで身を剥いて取り出して、このね、水管のあたりだとかを掃除してから、煮るっていう人がお寿司屋さんには多いですかね。今日はその辺ね、ハマグリの剥き方と、あと掃除の仕方と、その後に煮ハマグリの作り方を紹介しようかと思います。貝ってね、それぞれ剥き方が、何種類かあるんですけれど、基本的にはね、この水管のある方からこうね、貝むきを入れてだとか、裏から貝むきを入れてなんてね、外し方が多いと思うんですけれど、ハマグリの場合はね、これね、結構口がしっかり閉じちゃって、これね、ここからなかなかね、普通に貝むきを入れようとすると入らないんですよ。どうするのかというと、これね、まずはこの貝のこのね、殻の境目に貝むきを押し当てます。ここでね、無理に力を入れずに、この貝むきをこうね、左手で握り込むようにする。だからここでね、こっちの貝むきを押すっていうイメージ。この左手の力を使って、このね、貝むきを貝殻の中に押し込むと。こういった形で貝を押し込んだら、あとはね、貝柱がこの辺、1、2、で裏表で1、2、3、4箇所あるので、その貝柱を外せば、貝からね、ハマグリを取り出すことができますよと。コツさえね、つかめば意外と簡単に剥けはするんですけれど、知らないとなんかね、口が開くの待ってみたりだとか、あとここがね、切り落とせるんで、ここ切り落として裏から剥いてみたりとか、そういうことをね、やる方もいるんですけれど、基本的にはね、こう握り込むっていうのだけ覚えておけば簡単に剥けますんで、気にしなくてもいいんですけれど、基本的にはね、このね、紐がついてるじゃないですか。貝の紐ってこのね、貝殻に沿ってこう結構しっかりくっついてるんですよ。貝を外す時になるべくね、切らないように剥いた方がその料理の出来栄えは綺麗に仕上がります。だから剥く時はね、紐を切断しないように、気をつけながら剥くと綺麗に剥けるのかなと思いますんで、これ一応貝むきもね、結構貝むきが滑ると手を切ったりするので、慣れないうちはね、軍手とかしてしっかりね、怪我をしないように、滑ってこっちに貝殻から外れた時にこっちのね、貝むきの先端がぶつかって手を切ったりすると、意外とね、力が入ってるんで深く切ったりするので、注意して慣れないうちは軍手するなり、慎重にやるなりね、注意しながら剥いてくださいと。ハマグリを剥き終わったら、今度ね、この紐だとか水管の汚れを掃除していくんですけど、掃除の仕方はね、簡単で、こういった感じでね、水管に串を打って、水の中で振るだけと。こうハマグリを吊るして、水の中でね、こうシャコシャコと揺すると、この間にね、入っている砂だとかが落ちるので、日本で流通するハマグリっていうのはだいたいね、3種類ありまして、一つはハマグリね、これが食べて一番美味しいと言われてる桑名、三重県だとかね、あと熊本産のハマグリが多分流通量として多いですかね。ただこのね、ハマグリ自体は流通量はね、実際ね、ほ
とんど流通することはなくて、地ハマグリとしてねよく売られているもののほとんどは朝鮮ハマグリっていう種類のハマグリ。これはね、九十九里だとかに多いんですけど、国産のねハマグリの中では最も流通量が多くて、これなんかもね、地ハマグリとして売られてはいるんですけど、千葉県産の朝鮮ハマグリという種類のハマグリ。このハマグリはね、最初に説明したハマグリに比べて味は落ちるんですけれど、ただねしっかりと出汁も出ますし、食べてね美味しいかなっていう種類のハマグリではありますかね。あとの一種はねシナハマグリといって、中国とか韓国からの輸入のハマグリ。輸入のシナハマグリは多分ねひな祭りだとかそういうねハマグリの需要が一気に高まる時期があるじゃないですか。そういう時にね流通してるハマグリのほとんどは輸入のねシナハマグリである場合が多いですかね。で逆にね朝鮮ハマグリっていうのはね、朝鮮っていう名前がついてはいるんですけれど、国産のねハマグリといったらほとんどがこの朝鮮ハマグリっていう種類のハマグリだったりしますかね。水ですぐとねこういった感じでだいぶね汚れが出るので、そうしたら今度ハマグリに火を通していきますと。ハマグリに火を通すわけなんですけれど、汁これをね入れるかどうかっていうのは板前の間でも割と意見が分かれて、ハマグリが体の中とか殻の中に抱えてた海水なんですよね。若干えぐみが出るのと塩気が強くなりすぎるっていう理由でこれをね入れないっていう人もいるんですけれど、このね汁の中には結構ねハマグリの旨味も入ってるんですよ。この辺がね板前さんによって入れる入れないの意見が分かれるところだと思うんですけれど、僕の場合は煮ハマグリにするときはこの汁は、全てこして、使い切るようにはしてますかね。その方がねハマグリの味が濃くなる気がするので、ここに、日本酒を少し加えますと。みりんと薄口醤油ですね。この薄口醤油少し加えた地で、ここからハマグリに火を入れていきますと。まずね、これね沸いてから入れる人もいるんですけれど、僕の場合はねこれ火にかける前に、まずハマグリを、この地に入れます。ここから、鍋を火にかけますと。この時の火加減は弱火で、ゆっくりゆっくりハマグリに火を入れていくというイメージですかね。この時のポイントはね、この煮汁を沸騰させないこと。これねハマグリってどうしてもね火を入れると硬くなりやすいので、ゆっくりゆっくり低い温度で中まで火を入れていくと。先ほどちょっと話したねハマグリ、朝鮮ハマグリ、シナハマグリの、一番の違いはね、これね普通のハマグリはね火を入れてもそこまで硬くならないんですよね。朝鮮ハマグリとシナハマグリはどうしても火を入れると硬くなりやすいと。火入れは結構気を使う作業ではありますかね。このままねゆっくりゆっくり10分ぐらいかけてハマグリに火を入れていくと。だんだんねこの煮汁の温度が上がってくると、これねアクが浮いてきてハマグリがねこれ少しだけ縮むんですよ。これがね火が入るとここからねもう少し縮んでぷくっと身が膨らんでくるので、そのねぷくっと膨らむっていうのを目安に火を入れていきますと。どうしてもね最初のうちは火が入ったかどうかの目安が見た目じゃわからないと思うんで、最初のうちはね何個かこうねハマグリ切ってみたり食べてみたりして火の入るギリギリっていうのをね、感覚で覚えちゃうのが早いのかなと。こんな感じでね、まず紐が縮れるっていうのと、この肝の入ってるところにねぷくっと張りが出てくるんですよね。これをね目安に火入れをしてもらえればいいんじゃないかなと。しっかりと中まで火が入ったと思ったら
一旦ねここで、ハマグリをざるにあげますと。まあ今ね、これは、ハマグリを煮出した煮汁とハマグリという状態になると思うんですけれど、今度ねこっちにはねハマグリのうまみがしっかり詰まっているので、こっちを煮詰めて、この煮詰めた地に今度ね、ハマグリを漬け込み直すという方法で、煮ハマグリは作っていきますと。まずはね、こっちの煮汁を、こして火にかけて煮詰めていきますと。火にかけますと。どのくらいまでね煮詰めるのかというと、これはね、こっちのハマグリが浸かるねギリギリの量が取れるぐらいまで煮詰めますと。この時の火加減はね強火でも中火でも、自分が管理できる火力で、煮詰めてくださいと。今度ねこの煮汁を煮詰めている間に、ハマグリの掃除をしていくんですけれど、このだからエラに当たる部分ですよね。この部分が、食感が悪いので、このエラの部分を外していきますと。これエラはねこの紐の内側にくっついてるっていうんですかね。今度はねこの内臓を抜き取りますと。内臓はここをちょっと強めに押すと簡単に取り出せるので、内臓を取り出してで、下処理の完成と。もうこの作業をひたすら繰り返すだけと。このハマグリの内臓に関してはね、火を通していれば食べても問題はないので、外さずにそのままなんて方も結構いるんですけれど、僕はねこれ外した方が、変な苦味なんかがなくなって結構ストレートにねハマグリの味を楽しめるのかなと思うので、この内臓は外すようにしていますと。今回ねこれね火を通してからこのエラと内臓を外しているんですけれど、別に火を通す前に外しても結構綺麗に外れるので、参考程度にどうぞと。人によってはあとここからね貝柱外す方もいますし、どういう状態で食べさせたいかっていうのを考えて作ればいいんじゃないかなと。紐とね内臓と掃除したら、先ほど煮詰めた煮汁につけるだけですと。でこれね煮汁は、火にかけて煮詰めてしっかりとね常温に冷めてから、漬け込んでくださいと。せっかくねこの火加減をちゃんと管理して硬くならないようにしたのに、ここでね熱いの入れるとハマグリが硬くなってしまうんで、そこだけね、しっかりやってくださいと。このままね、24時間漬け込めばしっかりとねハマグリにこの一度火を入れたことによって出てしまったねうまみが戻るかと思うので、一晩経ったらねもうあとは盛り付けて食べるだけと。お寿司にするときはねこれ開いたりもするんですけれど、そもそも小さいのでお寿司にするほどのね大きさがないので、こういうね小さいハマグリの場合はもうそのままねおつまみとして食べるのがいいのではないかと思いますんで、付け合わせはね、おひたしでも何でもいいと思うので、その辺ね好みで合わせてくださいと。ハマグリなんかは結構ねこの甘だれで食べても美味しいので、だからねきゅうりなんかも意外と相性が良かったり、その辺はお好みでどうぞと。はい、ということでねハマグリの作り方でございましたと。煮ハマグリの作り方でございました。